無人島にコスメ一つだけ持っていくとしたら何ですか？ファッションのトレンドはどこからインプットしてます？浮気されたら即アウト。それを経てポジティブになってったみたいなのもあると思うから絶対別れないかもこんにちは、上野ありさです。今日は Q&A、 月に一度の Q&A をやっていきたいと思います。今はね、W 大阪にいて、W 大阪に泊まってるんですが、今から DJ でちょっと DJ の前に動画1本撮れたらなと思ってカメラを回してます。じゃあ早速30分でタイマーをかけます。いつも毎回質問ありがとうございます。じゃあ最初の質問ね。電子レンジなど使えますか？最近電磁波がどうとか神経質になってます。ありささん気にしますか？電磁波ちょっとは気にするけど、もう電気自動車乗ってるしそんなに神経質にはなってないかな。あとあんまり私は体で感じづらい体質なのかな。電磁波の影響を結構感じやすい人もいれば感じづらい人もいるとは思うんだけど、私はそんなにあんまり自分で感じたことがないので電磁波気にしてないけど、地方とか行ったりちょっと自然が多いとことかに行ったらなんかアーシングしたりとか放電できるようにしたりとか、あとクレーのお風呂に入ると電磁波流せたりとかするのでそういうのやったりとかしてるけど、そんな細かく電子レンジ使わないとかは絶対ないし気にしてません。新卒1年目ですが2択で迷ったもう一つの会社業界への未練があり、今のお仕事に前向きになれません。今の方がお給料はいいけど本当にやりたかったのはもう一つの方だったかもと思っています。でもまだ1年も働いてないし、ありささんなら自分のやりたいことを優先されますか？いつも生き方がかっこいいなと応援してます。ありがとうございます。さすがに新卒で1年も働かないで転職だと結構難しかったりもすると思うから、まずは1年働いてみてもいいんじゃない？でこれって2択の中で迷った結果だから、例えばそのもう1個の方がやりたかったかもって今は思ってるけどやってないから、けどもう1個の方に転職してみたらこっちも違かったかもってなるかもしれないし、やっぱり私これだったわってなるかもしれないし、それは転職してみないと結局思い描いてることよりも実務の方が辛いことってたくさんあるから経験してみないとわからないと思うし、だからこそ1年はまず続けてた方が転職もしやすいんじゃないかなと思います。これやりたいって思いついたらまずはすぐやりますか？私は結構周りに相談したりとか、本当にやりたいかっていうのを自分で熟考して、それでやるならこうだなっていうのを頭の中でいろんなプランを思い描いて、結構私パッションで動くっていうよりそういう風に見られがちなんだけど、結構慎重にプランしたりとか保険をかけるタイプだから、あとはやっぱ周りにすごく恵まれてるのに周りに相談したりどう思うって聞いて、自分の中でやるって決めてても周りの意見とかを聞いたり、そのプロとコンってその長所と短所、そのやることに対してのいい部分と悪い部分をいろいろ書き出したりとかはしないけど頭の中で考えてみて行動するから、結局やりたいはい行動とはなんないかも。一回話してみたりとかで人に話していくとだんだん自分のものになっていって、やっぱり私これやった方がいいかもっていう風な流れになったりとかするから、やっぱ人に話すっていうのは結構私の中では大きいことかなと思います。親友の彼氏がクズで別れてほしいけど別れてって他人が言うのもおかしい気がして、うまい伝え方ありますかね？幸せになってほしいのに今のままだと親友がもったいなさすぎて。多分これって親友に言っても別れないから、もう寄り添ってあげるしかないと思う。どう思うって聞かれたら言うのはいいと思うけど、やっぱ親友がいいと思って選んだ人だし、それがどんなにクズで最低な人でも私は違うと思うなっていうのは言ってもいいかもしれないけど、別れなよっていうのは違うかなって思うし、あと結局そんなことを周りの人が言ったって別れないので、もう寄り添ってあげる。その子が悩んでたら話を聞いてあげてそばにいてあげてっていう、その子の味方でいることに徹した方が関係も崩れないしいいんじゃないかなと思います。ありささんは以前からヨーロッパに住んでみたいとおっしゃってますが、どこの国とかありますか？私はねポルトガル、ドイツ、ベルリン、リスボン、スペインもいいな。スペインとかいいかな。ロンドンとか住みたいけど高いしあんまり東京と変わらない感じがして、スペインもやっぱすごい魅力的かな。でも結構私いろんなとこ行くと住めるかもとか結構思っちゃうタイプだから、その英語圏じゃないヨーロッパとか住みたいと思うよね。糸リフト持ちいいですか？いいと思う。だって私太ったのにそんなに顔の大きさ変わってなくない？体太った割には顔太ってないなって最近思ってるんだけど、どうでしょうか？貯金の仕方、散財マインドを打破したい。散財していいんじゃない？使えるお金があるなら。貯金もそうだけど使ってる方がお金って増えてく気がして、
なんかこれ言うとちょっとそうかって思われちゃうかもしれないけど、お金って結局回ってるから、お金使いすぎちゃったって思ってもなんかパッて仕事が来たりとか、私の場合はまあそういうフリーランスみたいな働き方なのであれなんだけど、逆に溜め込んでると生活自体もカツカツしちゃうし、心に余裕がなくなっちゃう気がして、難しいね。確かに貯金の仕方は私もちょっとあんまりわからないかもしれない。友達のここ直してほしいなと思うところがあったら言いますか？結構私言うかも。ここやだみたいな結構私は言っちゃうかな。言いますね。本当に仲いい友達だったら。てか今上から読んでたんだけど、下に行くと今回もめちゃくちゃたくさんのさ質問が来てたんですね。いやありがとう。ちょっと下まで行ってすごい来ちゃった。はい。アリサさん大好きです。ニュージーに行く予定はありますか？今ニュージーランドには行く予定はないのと、行ったこともないんです。だから、行ってみたいなとは思ってるんだけど、いつか自然がねすごく素敵そうなのでいつか行ってみたいなと思ってます。アリサちゃん国内でおすすめの宿はやっぱり宿ってなるとリッツ日光かな。リッツの日光は本当に素敵なお宿でいつでも行きたいって思います。なので国内ではリッツ日光が一番好きかな。この前初めて酔っ払って潰れた彼を見て本当に申し訳ないけどちょっとってなりました。許してあげて。私も酔っ払って潰れちゃうタイプなので。そっか、でも見てってなるってことは自分はそうならないタイプってことだもんね。私はもうお互い様って思ってるから、ムカつくとか酔っ払って帰ってくるとムカつくとか思うけど、なんか私もそうだししょうがないなって思うけど、でもいいんじゃない。初めてってことはそんなしょっちゅうあるわけじゃないんでしょ。だったらたまにだったら許してあげてください。みんなそんな感じだと思います。私もそうです。髪の毛ショートにしたことありますか？ショートはなくてボブならあります。よくやってます。ウケる。無人島にコスメ一つだけ持っていくとしたら何ですか？心理テストじゃないです。無人島にコスメ持ってる。リップ、赤リップさえあればなんとかなります。自分にファンがいてよかったなって思うこと、いいことばっかりだよ。だってやっぱり自分がこう仕事から発信することが多いわけで、それに対してレスがあったりリアクションがあることってだから続けられることばっかりだし、なんか自分のことをこういう風に言葉で肯定してくれるコメントとかでもそうだし、人たちがいるってすごい私の中で大きな支えになってるし、自分の自己肯定感もともと高いんだけどもっと自己肯定感も上がるし、そういう風にみんなが思ってくれてる自分でいようっていう気持ちにもなれて、すごい全てがポジティブに動くし、だからやっぱりファンの人たちがこう見てくれて応援してくれて好きって言ってくれる人たちとかがいることで、かなり私の人生でプラスになってるなって思います。本当にありがとうございます。貯めたマイルの効率的な使い方は、もうマイルは絶対に航空券にすることが一番効率がいい。その2はアップグレードすることが効率がいいです。マイルの使い方としてはね。でもなかなかマイルでチケット取れなかったりするから難しいんだけど、得意料理教えて。得意料理、中華丼、野菜炒めみたいなやつが私は自分の料理の中では好きって、味が好きなんだけど、マイルズは私の豚汁が好きって言ってくれますね。ノーズシャドウの筆知りたいです。いつも使ってるのはパトリック・ターの、ノーズシャドウの筆です。年上の気になってる人との会話術を教えてほしいです。もう私に恋愛の話は聞かないでください。私そういう駆け引き今できなければ愛嬌もないし、なんかそういう恋愛上手みたいなタイプじゃないので、本当もうこのままありのままでぶつかっていっちゃうタイプだから、なんか上手に年上と話すとかできないです。ごめんなさい。これね、チャーリー XCX とアリサさんは仲いいんですか？相互フォローしてて気になりました。チャーリーはいつだっけな、2017とか18ぐらいにビーツのイベントで DJ した時にチャーリーも出てて、それで同じイベントに一緒に出たのがきっかけで、そのご飯で最初会ったのかな。ご飯で会って、で結構いろいろおしゃべりして、多分インスタフォローしてくれて、私はもともと多分してたんだけど、でもガイタレの方とかってなんかフォローしてくれても別にいつ外されるか分かんないし、ただチャーリーは多分そのままずっとフォローしてくれてるって感じで、それ以降多分1回も会ってないかな。でもその時3日連続くらいで一緒に行ったりとかして、フィグのお洋服プレゼントしたりとか、その時 YouTube もなんか一緒に出てくれてたよね。ビーツのなんかあるかな、これです。はい、そんな感じで。でも覚えてないと思う。なんかガイタレの人たちってそういうのが多い気がします。
ポジティブありさちゃんでもどん底まで落ちたことありますか？あるかな。恋愛で病んだりとかしたことも若い時はあったし、でも本当に落ちたのは高校生の時だから、まだこのポジティブありさちゃんが形成される前かな。だからそれを経て多分ポジティブになってったみたいなのもあると思うから、この感じに形成されてからはマジでないかも、本当に落ちること。浮気されたら即アウト、それとも理由次第では分かんない、こればっかりは。でも私浮気される夢めっちゃ見るので、そのたんびにマイルズでマイルズが違う女の子と付き合って振られたとか言って朝起きて起こして、もマイルズは本当に面倒くさそうな対応をするんだけど、もう悲しすぎて朝起きてそのままもう本当に涙流して泣いたりとかするぐらい超リアルなの。でもマイルズはそうやってバカにするけど、こっちは夢の中で本当にその感情を経験してるから寄り添ってくれよって感じなわけよ。だから私は浮気されたこと今のところないはずなんだけど、浮気されたことが何度もあるぐらい何度も経験してるの、その気持ちを。もう本当に人生の終わりみたいなさ、こんだけ信頼してる人に裏切られるって、自分はなんかこうやってどうやって生きてくんだろうみたいになるんだけど、分かんない。実際もし本当に浮気されたら分かんない、マジで分かんない。いや絶対別れないかも絶対別れないかもしれない。もう地獄まで道連れにするかも、逆に。分かんないです。超ポジティブになれる魔法の言葉を私にかけてください。死にやしないよ。もう本当にそれに尽きると思います。もし体が悪くてとか悩んでるんだったらちょっとこの言葉はまた別になっちゃうんだけど、もし悩みっていうことで言ったら、もう悩んでたって別に人生続いていきますし、生きてることがもう幸せだし、精神に関わることじゃなければ大した問題ではないと私は、ざっくりだけどね思うので、元気出してください。疲れていても休む暇ない時どうしてますか？パンクするね。だから休む時間は絶対取るようにしてるし、そういうのをなんかスケジューリングで、仕事が3日とかマジでフルで入っちゃってて、朝から晩までみたいなとかなったら次の日を午後からにするとか、ちょっとこうバランスを取らないと本当にいっぱいいっぱいになっちゃう。デスクワークとかじゃないから常にオンでいなきゃいけないお仕事も多いので、そういう風にしてます。G7X マーク3はいつ購入されましたか？この前入荷したのに1分で売り切れてしまいました。マジ？そんな人気なの？大事にしようわかんない。結構もう3年前ぐらいかな。マーク2も2台持ってて、でもマーク2とマーク3そんな変わんないよ。だからマーク2でもいいと思うけど、どうですかね。マーク2は在庫あるのかな。宮古島に惚れてリゾバに行きたいけど安定を手放して会社を辞める勇気がなくて迷ってしまう。リゾバ行きなよ。私はリゾバっていう存在を知ったのが30代入ってからだったので、あともうこの仕事始めてからだったからさすがにあったけど、大学生とか、でもそれは大学生だから社会人じゃないけどね、大学生とかだったらマジでリゾバやりたかったし、シュノーケルとかダイビングとかするのかな、好きなのかな。なんか行ける環境だったりするんだったら全然行っちゃっていいと思うけどな。で向こうでも別にさリゾバだから仕事はいろいろあるわけだし、飽きたら帰ってきてまた就職すればいい、ちょっと簡単に言っちゃってるけどすればいいかなと思うし、すごいいいと思う。リゾバ羨ましいです。紹介してもらった人と仲良くなりたいけど相手が迷惑だったらと思うと DM ができません。してください。迷惑って思われたらもう切ればいいだけ。でもそれ男女の関係なのかなって思って私は話してたんだけど、いいじゃん。だって迷惑だったら気づくじゃん、こっちも多分向こうのリアクションで。そしたらダメだったかで終わればいいから、行動しないで仲良くもなれるチャンスもないんだったら絶対連絡した方がいいと思います。一生住むならどこの国がいいですか？日本です。次の引っ越しの予定はありますか？次のお家は一軒家買っちゃいますか？建てますか？まさにこれですね。引っ越しの予定はないけどプランはしてて、買う予定なんだけど、買う予定でこの今の家ももう5年になるの、もうすぐで、その5年前から買おうとしてたんだけど、前の家が定期借家だったからとりあえず出なきゃいけないってなって、とりあえず賃貸にして、で今の家にそんなに長く住むつもりなくて、引っ越して速攻内見行きまくって家買おうと思って探してたんだけど全然なくって、で申し込んだら取られちゃったりとか、申し込もうと思ったらとかいうので、もうなんかで4年半ぐらいずっとダラダラ家は探してるんだけど、家か土地を探してるんだけどまだ見つかってないです。でも最近もちょこちょこ内見とか行ってるけど、なんかいいなって思うとさ申し込まれちゃったりするんだよね。本当に元気がない時に聴く音楽ありますか？私はこれ TWICE です。TWICE のザ・アイドルって感じの音楽がすごく元気が出る
歌かわいいって思うので、なんか音楽を聴いて入り込むってことはすごいあったんだけど、元気をもらえるっていうコンセプト結構初めてで感動してます。34歳になってね、 K-POP のアイドルに元気をもらうのか私はって、ありがとうっていう気持ちです。いつも YouTube 楽しみにしてます。ありがとうございます。ありささん流の人生を楽しむコツは何ですか？やっぱりフルで生きる。なんか同じように時間は流れるし、ダラダラしてても一日は終わるけど、どこか一つお出かけしても同じように時間は流れるので、なるべく実りある日になればいいなって思ってるけど、ダラダラする日ももちろんあるけど、あと今日が一番若いし、女性は子供が欲しいとかなるといろいろできることもどんどん年齢とともに制限されていくから、そういうのを日頃から根底に意識しながら行動すると、なんか選択肢が変わったり、もっとアクティブになれるんじゃないかなと思います。大学生におすすめの海外旅行先教えてください。タイ、韓国です。ファーストカーは何でしたか？ファーストカーといってもね、私5年もう5年経つんだね。5年前に免許取ってレクサスでした。レクサスのなんかプリウスのレクサス版みたいなちっちゃめっていうかハイブリッドの、なんだっけ名前忘れちゃった、ハイブリッドカーで、それ1年乗ってテスラモデル3です。今もう4年だね。もう4年経つわ。4年経った。最初からテスラが良かったんだけど、運転に自信がなくって、最初の1年は練習しようと思ってハイブリッドの運転しやすいレクサスの車にしました。飛行機で愛用してるイヤホンがなくなったら次は何を買って代用しますか？そう、あれが壊れたらもう廃盤だから、AirPods Pro かな。けどあれね、ほんと飛行機なくすんだよね。けどマックスだと耳痛くなるじゃん、飛行機でずっと寝れないから。有線のノイズキャンセルっていうのがなかなかなくって、ある？逆になんか有線でノイズキャンセルいいやつ知ってたら教えてください。私今坊主のやつもずっと昔から10年ぐらいもうずっと、もう2代目で3代目かな使ってるんだけど、もうそれ売ってないのね。だからなくなったらすごく困っちゃうので、もし誰かおすすめあったら教えてください。リキッドファンデは難しいイメージがあるんですが、塗り方のコツやおすすめの商品はありますか？ということで、塗り方のコツはメイクさんがやってるやり方だと、ブラシで例えばここ右側のほっぺ塗ったらすぐスポンジで叩く、こっち塗ったらすぐスポンジで叩くみたいな、そうすると綺麗に塗れるみたいなんだけど、私はもう全顔ブラシで塗ってからスポンジで叩いてて、だからスポンジとブラシの両方使いがいいんじゃないかなと思います。旦那さんもアリサさんもお忙しいと思いますが、2人のスケジュールはどうやって共有してますか？カレンダーは普通に Google カレンダー共有してるんだけど、マイルズが全然見てくれなくて、で私は見れるんだけど、私見てんだけど、マイルズの予定もなんか確定なのか仮なのかもちょっとよく分かんないのが多くて、例えば出張とかがあると来週どこどこだとかそういうのは聞くけど、とかこっちも言うけど、いつも朝とか夜、前日の夜とかに明日のあなたの予定はみたいな感じでお互い予定を言うみたいな。だから私明日夜ご飯いないからとかそういうの話したりとかするぐらいで、日本にいる時はあんまり大して共有してないかな。サンセット好きで有名なアリサさん、笑い。どこのサンセットが一番心に残ってますか？サンセットはね、やっぱりイビサかな。イビサのサンセットは本当に感動した。初めてイビサに行ったのが21の時で、その時にカフェデルマール、有名なサンセットが見えるサンアントニオの方のビーチのカフェデルマールらへんのお店に入って、なんか食べながらかなんかサンセットを見てたので、でサンセット自体もすごい綺麗なんだけど、っていうよりもなんかみんながこのビーチ一面全員がサンセットを見に来てて、日がこう水平線に水平線にこう沈んだ瞬間にみんながこうやって自然と拍手をするのね。みんなサンセットを鑑賞してるから、もうそれに本当に、それイビサの Vlog にこれは21歳の時のやつではないんだけど、あやと行った時のイビサの Vlog にもその様子があるんだけど、もうそれが本当に感動して、だから一番思い出深いサンセットはイビサだけど、綺麗だったのどこかな。ニューカレドニアとかもめっちゃ綺麗だったな。サンセットとその後の空の色、信じられないぐらいピンク紫みたいになって、あと LA とかは基本いつも綺麗かな。やばい、てかちょっとそろそろ私本当に DJ の支度をしなきゃいけないので、最後の質問にします。ファッションのトレンドはどこからインプットしてますか？いつもおしゃれで勉強になります。ありがとうございます。結構海外セレブとかを見たりして、こういうの流行ってんだっていうのを見たりとかが多いかな。雑誌とかはもう今ほぼ読まないし、結構インスタとか、あとそういうなんかインフルエンサーの人とかが着てるのとかを見て、こういうの可愛いなって思っ
たりとかしてるから、なんかトレンドをキャッチするぞっていう風に見るっていうよりは、流れ作業でいつも見てる時にこう、多分職業病もあると思う。その昔からずっと洋服やってたから、そういうのでこういうのが流行ってんだっていうのをパッて見ちゃう癖があると思うので、そういうので見てるのかなと思います。ごめんなさい、最後ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、今からつけまつげを目尻につけて、カラコンも入れて急いで準備しないといけないので、DJ に行ってきます。今日 W 大阪で DJ なんだけど、来てくれる皆さん、来てくれた皆さんになるのかな。本当にありがとうございます。楽しんでいっていただけたら幸いです。そしてみんな質問めっちゃありがとうございます。今月もすごい量だったんですけど、また来月もね、ぜひたくさん質問お待ちしてます。もしちょっと動画の企画とかがなくなったら、今回の質問の中から答えてないやつをまたピックして、なんかゲットリリーとかでも撮ろうかなと思ってるので、また使わせていただきます。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。